どうも、千人おいりです。今回は高級刃物メーカーのネノヒさんへ行ってきました。僕の動画には何度も登場してるので皆さんね、よくご存知だとは思います。今回は熱処理対談ということで熱処理の話をしに行ったんですけど、ちょっと思った以上に内容が濃くなってしまって、いくつか動画分けさせてもらいます。最初に熱処理とはということで、鉄の面白さだったり、なぜ硬くなるのっていうね、そういった基礎的なことを分かりやすく解説してくれたので、そちらをお話ししていきます。で、次に刃文の違いということでね、水焼き入れ、油焼き入れとかありますけど、見た目がね結構違うんですよ。これ僕も比較したらびっくりしてすごく面白かったですね。で、最後につい先日発表されたばかりの新シリーズ琥珀、根の日といえば榊、蓮、柊といくつかシリーズありますけど、次の琥珀は一体どういった鋼材なのかについてお話を聞いてきました。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは本編へどうぞ。まさにズバリ聞きたいことが、日立金属プロテリアルさん、水晶の熱処理をくれるじゃないですか。くれますね。はい。それに、抗ってるじゃないですか。抗ってますね。はい。それが、あれ通りやれば一応いや、一回あれ通りやるんですよ、絶対。もちろんですけど。はい。なんでしょうね、長いこと、やっぱり趣味に近い、趣味って言うとあれなんですけど、仕事を兼ねて、やっぱり、特殊鋼、鋼なんかもう何百年の歴史があるんで、ある程度もう技術は固まっていて、それを効率化、現代化というか、要はばらつきなくしていくとか、データ取ったら、より、当たり外れはどうしても出る中でも、当たりを、バーッと作っていきやすくなるが現代の鋼の作り方かなと思うんですけど、ステンレス鋼だとどんどん新しいもの出ちゃうので、あと、定番のものよりもいろいろ遊んでると、絶対こっちの方が切れるっていうのは結構前から僕気づいていて、そうすると、こっちの方が、普通だとこう焼くんだけど、こういう熱処理するんだけど、こうやった方が切れるよね、コードも出るしっていうことをやってたりすると、意外と鋼材メーカーさんから言われた通りやんない方がいいねってことは、多々あったんですね、もうすでにね。で、それを新しいの出るために、一旦パッといろんな種類があるってくると、もう最初からもう熱処理変えていくぞ、みたいなところは、最近特に、分かってきて、やっぱりでも予算いるので、普通の熱処理屋さんが使えなかったりもしますので、定番、もう各産地だとしたらもう、こうやってとかあんまりやりづらいので、基本の温度で基本でやってっていうので、回していって、それでもう、今のみんな職人さん忙しくて、それでも手回ってないような状況なのに、あえて引っかき回して、ちょっと上振れを探していってなんて、やってる暇がない職人さんが多いのが普通だと思うんですけど、やっぱりでも、ちょっとこうした方がいいよねっていうのを知ってたら、こっちの方がいいよねって言ったら、こっち出したくなるじゃないですか。それのもう連続ですね。なんか自分、こっちの方がもう茨の道なんですけど、こっちの方がいいの知ってると、普通にやったブランドもどこでも一緒のやつと、ちょっと熱処理で変わったやつって言ったらこっちやりたいですね。でもこっちって特殊なことやんなきゃいけないので、当然効果になってくるんですけど、失敗もするんですけど、そんなのをやってると、それも30年近くやってきてますんで、そうすると、最近出たものとか、だいたいこうしたらいいんじゃないみたいなアイデアがいっぱい出てくるんで、それを総当たりするだけなんで、簡単に言っちゃえば。その辺が楽しくて、ちょっと沼にはまってるっていうような感じですね。同じ材料を使っても全然違うことができるので、これは断言できますね。面白いところですね。そこが醍醐味というか、今僕の現状を言うと、本当に切り出し小刀の一番わかりやすいですね。白青の熱処理と研ぎとかなんですけど、いろいろ専門用語もフェライト、ロステル、変態点とか、そういう組織や温度によって変わるとか、ありますね。急冷の仕方がいかに大切か、何で冷やすか、その後焼き戻しがっていう。ステンレスコアとね、やっぱそこにサブゼロがやっぱりついてきたりとかもするので、もうざっくり、あんまり学者的な、すごい、要は鋼材を作る人たちからしたらものすごいコアな情報必要なので、その人たちにはもう任せていくしかないんですけど、ざっくり動きを知ってると、すごい、やっぱり生
策だったり、こう、イメージが膨らみますね。どう作られてるかっていうと。だから、一般の人の、よく知られている、熱処理ですかね、焼き入れっていうのは、うち全員というか、職人が、みんな、一回聞いてるんですよ。熱処理講習って、うちの社内であって、うちこれ社内資料なんですけど、そうなんですね。熱処理とはみたいな、資料があるんですけど、今お話ししましょう。僕がもう知らない人だと。そうですね。わかりました。お願いします。そうですね。鉄ってすごい面白い。鉄ですね、基本。鉄、鋼なんですけど、鉄鋼って、3種類、製品があって、鉄と鋼と鋳鉄っていうのがあるんですけど、でね、鉄って、霞とかの地金に使われている極軟鉄とかが、ね、イメージ湧くと思うんですけど、鉄って、鉄と鋼と鋳鉄って、要は鉄を使った製品なんですけど、違いっていうと何ですかっていうと、炭素の量なんですよ。で、炭素が、0.02% とか、0.022% とかなんですけど、それ未満だと鉄なんですよ。0.02 でざっくりくぐっちゃいましょう。0.02 以下の炭素のものは鉄です。で、その 0.02 以上のものから、2.14% 炭素が入っているものが鋼。僕らがね、扱ってる鋼ですね。で、それを超えてくると、鋳鉄っていう。これが、まず、布石というか、鉄製品ってこういうものがあるんだよっていうのが、これが熱処理に関わってくるから結構面白いんですけど、で、ステンレス鋼って何ですかみたいな原理をちょっと今説明しちゃってるんですけど、うちステンレス鋼多いので、熱処理もやっぱりステンレスのことも考慮した熱処理になってくるんですけど、ステンレスって何ですかって言って、やっぱクロムが、低下されて、要は錆びづらくなったものっていうのがあるんですけど、業界によって結構違くて、うちで、包丁業界では 13% 未満は、一応セミステンレスって言われてるかな。業界としては何パーセントだったかな。僕 10.5 って。10.5 以上がステンレスっていうところもあるんですけど、刃物業界からすると、セミステンに入れちゃうかもしれないですね。これ、工業分類では 10.5 クロム以上が、ステンレスと工業分類ではなるはずですけど、実際じゃあ、錆びなくなってないと意味がなくて、で、刃物工としてやっぱり13クロムからの製品が基本錆びにくくて、例えば 10.5 のものだとやっぱ錆び切ってしまうことが多くて、だから、いわゆるステンレス鋼として扱いにくい。ちょっと話ずれちゃいましたけど。でもこれ、でも本当に刃物業界って言ってますけど、人によって違うかもしれないですね。でも工業分類としては10.5 クロムからステンレス鋼なので、ステンレス鋼って言っちゃってもいいんですけど、その辺がクロムの量で決められるっていうのが、ちょっとね、最近またクロムで別に錆び止めてないものも出てきたりしてるので、なかなかクロム量で錆びにくいとはまた別なベクトルもできてきたりして、一般常識としてはクロムが 10.5% 以上だとステンレス。で、包丁業界だと、ちゃんとやっぱ錆びにくいっていう、実践効果が必要なので、だから 13% のものですね。で、そこから、プロセスというか、工程なんですけど、基本、鉄を熱して、鉄って鋼ですね。炭素が入っている鋼を熱して、急冷すると硬くなるわけですよね。で、それを、ステンレス鋼なんかだとよくあるのは、サブゼロ。一体、温度で言うと、マイナス、いろんな温度ありますけど、基本だと79度のドライアイス、80度サブゼロとか、マイナス80度サブゼロとか、でうちなんかたまにやるのが、クライオ処理っていう液体窒素なので、マイナス196度のサブゼロだと一回冷やすんですね。で、そこから、そうすると一番硬い状態になるんですけど、それを焼き戻しで、ちょうど硬くなったのを滑らかに、ですかね、ちょっとしなやかにしていく。っていうのがざっくりな流れなんですね。じゃあなんで硬くなるのっていう話なんですよ、焼き入れすると。焼き入れするとなぜ硬くなるかっていうと、焼き入れすると、鉄の面白いところなんですけど、鉄って温度によって、固体のまま性質が、構造が変わる
珍しい、金属なんですよ。これすごくミラクルで、鋼ってすごいミラクルがいろいろ重なったものでして、で、変態点911か、はい、911度が基本の変態点って言われてるところかな。で、そこから先がガンマ鉄に。普通アルファ鉄の状態だと、要は密度が高めになるんです。で、アルファ鉄の状態だと炭素ってあんまり隙間がなくてね、入らないんですよ。耐震立方格子って構造って言うんですけど、要は密度が高めなんですよ。で、そうすると、鋼って炭素が一定量あるんですけど、アルファ鉄の状態だと、炭素が鉄の中に入らないんですよ。入れないんですね。隙間が少なくて。で、含める量って言ったら、さっきの 0.02% ぐらいしか、入れないんですね。でも、こう、熱して900度までいかなくて、炭素量が多いと、ガンマ鉄になる、温度が下がってくるので、800度とか、そういうところで、要は変態するんですけど、そうすると、こっちのですね、免震立方格子構造になるんですけど、要は、鉄の性質が固体のまま変わるんですね。ちょっと隙間が空くと思ってください。わかりやすいところで言うと。そうすると、炭素の原子が、その隙間にスッと入れるようになるんですね。そうすると、炭素の量をマックスで入れられるのは 2.14% まで入るんですよ。だから、普通の鉄の状態だと 0.02% までしか入らないから鉄なんですけど、温めた時に入るんですね。カーボンが。それが、こう、なんですかね、鋼っていうものの面白さなんですけど。じゃあ、どうして硬くなるのに戻るんですけど、隙間に炭素が入り込むわけですね。熱した時に。それで、隣にいる炭素しか吸えないんですけど、それをこう、閉じ込めるのが、焼き入れになるんですね。で、冷めるとまた戻ってっちゃうんですね、隙間が。でも、普通、ゆっくり、炉冷って言って、こう、水でジュッて冷やさずに、炉の中に置いとくと、一回炭素入ったんですけど、ゆっくり冷めてくると、また離れていっちゃうんですね。要は、焼きが入ってない状態になるんですけど、急冷すると炭素がこう逃げる前にギュッて固まるんですね。だから炭素を閉じ込めた状態の構造になるんですね。いわゆるマルテンサイト、オーステナイト、みんな一回なるんですけど、それをギュッと閉じ込めた状態っていうのが一回ポイントなんですね。閉じ込める、逃げる前に閉じ込める。それが水冷だったり油冷だったり、ステンレス鋼だと空冷だったりとかになるんですけど、そういったこう逃げる前に閉じ込めるっていう、もうシンプルに言っちゃうと、炭素を中に逃げる前に閉じ込めるのが焼き入れです。閉じ込めるとどうなるのっていうと、それがこう温度が下がってきたときに、いわゆる皆さんも知ってる、こういうね、熱処理の話になると必ず出るマルテンサイト化していくんですね。マルテンサイトになるっていうところが、いわゆる硬くなるっていうのがマルテンサイト化するとか、言うんですけど、要は閉じ込めて、マルテンサイトに変態する、硬くなるっていうのが焼き入れのメカニズムですね。だから閉じ込めた段階で硬いわけじゃなくて、それが安定してきて、一定温度に下がってきたときに硬くなるっていう、マルテンサイトになるっていうのが、熱処理の、焼き入れのポイントです。なんとなくわかります、これ拡散変態、無拡散変態ってよく言うんですけど、いわゆるこう炭素が離れていってしまうものが拡散変態。で、要は、離れてしまいます。無拡散変態というのが焼き入れでギュッと急冷すると、要は中に閉じ込めて内包させて、るっていうのが無拡散変態になるんですね。で、そこからマルテンサイトに変わっていくっていうところがポイントです。さっき言った炭素量によって変態期が変わるって、それを分かるためにはやっぱもう組織を見るしかない。今は、でも、鋼だったらもう表がありますね。基本的な。だから、こう、温度が上がりますよね。温度が上がって、911度。普通の純鉄の場合は、911度でガンマ鉄に変態するんですけど、炭素が、0.77% かな、だんだん炭素が多いと温度が下がっていくんですけど、0.7% で700台になった。なので、鋼、大体800度ぐらいって言ってるのは、で、
0.77% のはずです、炭素が。はいそれを超えるとまた変わってくるんです。あー上がってきちゃうんですけど、は白紙って、911度から792とか、なんとなく雰囲気で、ごめんなさい。い。まあ、800度ぐらいにはい。なってくるって感じですかね。で、そうすると、800度で開いて、炭素がダーッと入ってこんで、それをギュッと閉じ込める。はい。っていうのが、もう焼き入れです。っていう感じです。はい。ちょっと急冷について、はい。僕が気になるのはいまあ、はい感覚でもうジュッてやって、はい。ね、そこら辺は僕もね、炭素庫をそこまで突き詰めてなくて、はい自分でまさにオイルさんみたいに遊んでたことって、すごくあって、それは大事な時期だと思うんですけど、はいそうするといろんな材料をこう、何度でやって、ジュッてやってみようとか、はいいうことをいろいろやり始めるわけですよね。はいこう、例えばですけど、先からジューって入れていくと、はいもう、沸騰して、要は冷却効率ってあるんですけど、水が冷却効率は圧倒的に高いんですけど、はい水って100度で沸騰しちゃうんで、うんはい気化しちゃうので、入れ方がすごい大事なんですよ。先からズボって突っ込むと、沸騰したものになってしまうので、常温の水で冷やしてる状態にはならないので、はいなので、焼き入れのラインにみんな揃えて、こう、あー固く一定にしたいラインは揃えて、水面に入れてるはずです。だからズボンって入れちゃうと、ここが一番冷却されて、はいそこから先は冷却効率がかなり落ちちゃうので、はい要は先端だけが想定した焼き入れになって、中の方は柔らかい。要は閉じ込めきれてないはい状態が出てきちゃう。なんか水の温度も20度ぐらいがいいみたいな。そうですね。はい。皆さん決めてられるんじゃないかなその20度っと。て触れた瞬間だけじゃないですか。そうなんです、そうです。そこが、水の難しいところですね。まあ、油もみんなそうですけど、でも、やっぱり炭素庫の水焼き入れ、難しいとか、はい要はばらつきが多いっていうのは、それを、こう、きちっと一定の温度から一定に冷やすタイミングまで揃ってなきゃいけないので、それが遅かったり、こう、入れ方間違ったり、水温が、入れてるうちに水温って絶対上がってきちゃうので、はいそれを、じゃあ何本やるのっていう話だったり、その冷却を、層をね、いっぱい持って入れてる人って多分いないと思うんで、常温ってじゃあ何度にするのっていうことを決めてったりとか、はそういうのはすごく難しいいうんと思います。一般的には。うちそれが大好きで、はいそれを全部、ローの温度を揃えて、はいで、もうワンブロックでドンって入れちゃわないで、もう少量をずっと入れる。はいいやステレスコの話ですけどね。なので、そうすると、温度が変わっちゃうので、全部同じ温度で同じように冷やしたいんですけど、いっぱい入れてったら、だんだん高い温度のものに突っ込むことになりますよね。水もそうですけど。そうですよねそういうの皆さん、だから、梶さんきっと、それをめちゃめちゃこだわった一本っていうのはきちっと、一本だけとか、2本までとか、その水素2個用意しておくとか、そういう工夫されてるんじゃないかななんて、勝手に思ってますね。あーはいで、やっぱ、白紙は基本水冷なので、はいなので、やっぱりそのシビアなところが、まあ白紙は、まあ職人としては面白みははいあるかなっていう感じですかね。白はまあ基本水冷で、はい青だとよく油推奨されてるじゃないですか。うちは油、どっちとも入るんです。水でされてる方もいますもんね。水でもいますが、中はその中水かな水ですね。はい。水青わざわざ分ける必要がないじゃない。霞なんかは、基本あれですけど、はいまあ油安定させて割れやすかったりはするので、はい安定させたいなっていうと、油で。コードも油の方が出たりすることもあるのかな。要は、水だからいい、油だからいいっていうよりは、青はどっちでも良いものになるので、職人さん的に、まあ、白も水だし、霞も水でやってるから、まあ、そのまま水でいこうっていう人と、まあ、合うように油の、何度ぐらいでしょうね、50度とかの焼き入れ湯とか、はい、それぐらいのものだと思うんですけど、用意しといて入れる方がいる。で、僕からすると、ピーキーな、カツンっていう一発切りの、なんですかね、包丁っていうよりは、ラフに扱ってもよくて、研ぎが長持ちして、それでいて鋼の切れしっかりあってっていう、ちょっと安定傾向に触れてほしいと僕は思ってるので、そうすると、どっちかというと、油焼きのものが、まあ、たまたま僕が関わってる、
職人さん、家事さんの中だと油の方が安定していると感じたから油をチョイスしているだけで、別に油がいい、水がいいでは全くないですね。なので白は水ですね。もう冷却スピードが必要なので、やっぱクロムが入っていると冷却スピードが落ちてくるというか、っていうところみたいですね。で、ステンレス、13% の、を超えてるようなステンレス鋼だと、やっぱり基本空冷だったりもしますよね。要は、ゆっくり空気、常温にさらしておいて冷めていく温度でも、ちゃんと閉じ込められる。炭素を。それはやっぱなんか別の元素が入ってるから。クロムが多いみたいですけど、そうです。いろんな、成分ありますよね、鋼材には。はい。はい、バナジウム、コバルト。それらが、タングステンか。はい。じゃあ要は、その熱処理のレシピって、成分分かってたら、もう想像つくというか。そういうことです、そういうことです。僕は大体、でも基本想像がつきます。成分見たら。で、想像つけて、熱処理のレシピを教わっても、こんなもんでしょうって。それももちろんやっていますけど、レシピ見て、この鋼材これぐらいだから、例えば粉末鋼の中で炭素多いと、焼き温度1200度とか近かったりしますから、で、ステンレス鋼だと1050度から80度ぐらいをいろいろ選んだりしますし、で、炭素鋼だと熱温度800前後ですよね。800度前後っていうのがあるんですね。で、それも、クロムが入ってる方が温度高いはずです。なんか、炭素閉じ込めて冷えたら、閉じ込めた時点で硬くなりそうな印象ですよね。でも実際そこでは、いわゆるオーステナイトなので、閉じ込めた状態。それが硬くなるのには、マルテンサイトに変化する温度があるんですよ。それが、じゃあ、わかりやすいけど、なんでサブゼロってするの？サブゼロって焼き入れ終わりました。硬くなりました。なんでもう一回冷やすのって話になるんですけど、閉じ込めた、オーステナイトがありますよね。で、温度が、水とか油でも何でもいいんですけど、常温に落としてきますよね。その時に、マルテンサイトのスタートラインっていうのがあるんですよ。マルテンサイト、MS 点って言い方します、よく。これ結構、焼き入れしてるとよく聞く。要は、MS 点、そんなに高くなくて実は。鋼材によって本当にすごい違いがあります。で、MS 点自体は計算もできますし、成分分かれば大体計算もできる。でも実際やってみると計算とは違うんですけど、要は何度以下、仮にですけど、MS 点が150度とかだとしましょう。で、150度まではオースタナイトのままなんですよ。で、150度を切ったところから、ちょっとずつマルテンサイトに変わってくるんですね。要はやっと硬化し始めるわけですよ。で、マルテンサイト化するラインっていうのがあって、こっから始まって、MS がマルテンサイトスタート点。で、全部がマルテンサイト。全部って言っても 90% がよく言われるんですけど、要は、下の温度になると、マルテンサイト化が終わるラインがあるんですね。これうちが MF 点って言います。マルテンサイトフィニッシュの、スタートとフィニッシュで、単純なんですけど、要はこの温度があるんですね。で、この温度が、常温ありますよね。常温が、20度だとしましょう。ここのものは、マルテンサイトがスタートして、冷えてきて、マルテンサイトがスタートして、全部マルテンサイトが終わって、常温になるわけですね。で、ステンレス鋼だったり、高炭素鋼。この前、ちょっとマレーの方からね、質問があった。炭素が多いと、マルテンサイトの、いわゆる MS 点も MF 点も下がってくるんですね。で、わかりやすい。例えば、ステンレス鋼、有名なステンレス鋼、13クロムのアーセント炭素とか、一般的にある、ステンレス鋼ですね。なんかだと、常温では MF 点までいかないんですね。だから、要は、常温までで終わってくれるのが炭素鋼。実は炭素鋼も実は終わってないんですけど、ステンレス鋼の場合は、明らかに、要は、まだ、マルテンサイトになってないものが常温では残っちゃってるんですね。それをマルテンサイトにしたいときに、一気に冷やすんですね。一気にじゃなくていいですけど。冷却していくと、MF 点まで下がるので、そうすると、マルテンサイトに全部なってくる。いわゆる残留を捨てないと。要は残っちゃった硬くなってない成分が
ほぼなくなってくるというのが MS10、MF10 すごい大事なポイントですね。で、なんでステンレス鋼ってサブゼロするのって言われたときに、要は常温よりも MF10 が低いから、サブゼロでマルテンサイトを終わらせるとこまで冷やしてあげて常温に戻す。一回閉じ込めれば、マルテンサイトとしたら常温に戻っても大丈夫なので。っていうのが、なぜサブゼロするのっていう理由だったりします。だからサブゼロが一応全部マルテンサイト化、全部とは言いませんけど、マルテンサイト化させた状態っていうのがサブゼロ5っていうのが一番、包丁業界で言うと一番硬い状態になりますね。先日質問あった炭素鋼のサブゼロの件って。はい、ちょっと試してみました。で、実際1ぐらい上がりました。白で。白でも上がったので、でも、MS10 は大体把握してるんですけど、みんな。僕も把握してるんですけど、MF10 って、なかなか、調べているものがなくて、結構教えてくれないブラックボックスだったりするんで、難しいです。で、計算ツールがあるんですよ、実は。その計算ツールも業務用というか、結構コアな、結構するソフトがあるんで、解析ツールみたいなのがあるんですけど、それ使ってくると、この成分だとこんな感じみたいなことあるんですけど、実際、炭素鋼は、極めて常温付近で MF10 が。なので、その前の、その成分というよりは、その前の上げた段階だったり、いろんな影響で、これが前後するんですよね。だから常温ぐらいなので、ちょっと冷やしたら、硬さとしては上がることが分かりました。なので、一回、白2個を、水焼き入れして、で、ここで本来一番硬い状態なものを、液体筒につけてみたら、もっと硬くなったわけですね。数値上ね。っていう結果は出たので、ということは、もうちょっとまだ、マルテンサイト化する余地が残っていたのかなと、単純に思いましたね。すごい結果ですよね。はい。良くなったっていう。ここがポイントなんですけど、硬くなったからいいものでもなかったりするんですよ。これ、すごい難しいですけど、じゃあそれがいいかっていうと、コストかけた割の差を感じないとか、そっからかなり突き詰めていかないといけないので、硬くなりましたって出た時は出たんですけど、良くなりましたっていうデータではないです。率直に。僕はしなくていいかなと思いました。率直に。一般的な水翻焼きをやってみて、普通のままでいいかなと僕は思いました。でもそれはでも焼き戻しとかもまだ詰め切ってないので、数を作ったら話は別かもしれないですけど、よくある話だけど、一番言いたいのは、硬くなればいいってわけじゃないので、すごいポイントではありますね。硬いだけで言ったらね、いくらでも硬くなるのね、いくらでもっていうかあるんですけど、あるんですけど、じゃあ、白をさらに硬くしたから、より切れるものになったかっていうと、切れてるのかなっていうぐらいなの。でも、特殊鋼、ステンレス鋼なんかだと、もう明らかに変わるものもいっぱいあるので、それは、確実にした方が良かったりはするんですけど、じゃあ白をするって言った時に、今のところしなくていいかなって、するならもうどんだけ突き詰めていくか、そこからもうそういう売りで、ちゃんと設備を作って安定させてやっていくっていうのは、面白いかもしれないですけど、硬くなりゃいってもんじゃないっていうの実は僕、ステンレスでも何でもそうでして、一旦硬くしてから、柔らかくした方がいいと、普通思われてますよね。もう一回硬くしてから、僕もセオリーとして、鋼材って一回硬くなるだけ硬くしてから戻した方がいいと、僕もずっと信じてたんですけど、いや、でも実際、経験上、それだけではないよねっていう。もちろんそれがいい場合もいっぱいありますけど、白に関しては、じゃあわざわざサブゼロして、高度を上げたものが良かったかっていうと、保留っていう感じです、今のところ。はい。スタートしたら全部が急に変わりそうな気がしますよね。変わらないんですよね。だからスタートして硬くなり始めている途中っていうのは、例えばですけど、サブゼロよく聞く、鋼材の例で言うと、焼き入れ時だけで言うと、60
ぐらい、はい61とかなるものがあるとしますよね。で、サブゼロすると68とかになるんですよ。だから、常温でもう、硬化してるんですよ、60までは。はいでも、68まで硬くなるもの、鋼材ではあるので、はい急にここ超えたら変わりそうな気がしますけどね。でもここまで下げないと、高度は、もちろん、高度は上がってますけど、はいさらに上がるっていうのは、面白いところではありますね。不思議ですけど、徐々に変わってくる。サブゼロの、はい超サブゼロクライオ処理ってはい言うんですよね。あれをはい。する、要は、はい。MF 点がはいもうマイナあ、スそうですよね。はい。の範囲にあるものがある。あ、いや、そんなことはないです。はいなので、基本80度サブゼロかけちゃえば、ほぼほぼマルテンセット化するし、高度もほぼ変わんないですね。で、そこから先わざとやってるっていうのは、はい結構、やってみないとわかんないですけど、もう、数学的な話ではなく、やってみたときに、なんか耐摩耗性がちょっと上がってるとか、そういった、なんだろう、使い比べでしかもうないですね。はいもで、よかったから、う、そうです、そうです採用。して普通のサブゼロとクライオ処理やって、はいあと、じゃあサブゼロなしと、はい3つ比べましたと、どれがいいですかって言ったときに、クライオがいいものがあれば、はいあと、まあ、ステルスコなんか一般的な、ここでも十分なものもあれば、サブゼロしないっていう選択はちょっとね、まさに白リなんかははいサブゼロしないっていう選択肢があるわけですね。はいでそれくらいをにしたらどうなのっていうのは、まあ、良いものもあれば別に変わんないものもあったりする気がしますね。無駄にお金かける必要はないので。良いものだったらした方がいいですし、っていうところのチョイスが、まあ、本当にサブゼロだけでも、まあ、今ざっくり、本当に冷蔵庫入れるだけでも変わってきますんで、はい。そうなんだ。はい。そうですね、常温はいよりは。。はい。MF 点よりちょっと下げられますんで、はい MF 点に近づけますんで、はい常温付近なものって結構多いので、で、あと、時間置くとちょっと硬さが上がってくるとか、いう自己効果っていう言い方すると思うんですけど、時間が経つと、要は寝かしてあった古い包丁はちょっと閉まってるとか、要は、それも、効果が進んでるとか、いうこともあるのかもしれないですしね。ただそれ、でも、MF 点まで下げてたら、それって、自己効果も起きないんじゃないっていう、もう変わるもんなければ、っていう気もしますよね。ちなみにサブゼロしてる時間ってなんか。サブゼロ時間はね、どれぐらい ?1 時間ぐらいはつけてますね。温度に達したから急に変わるもんでもなくて、やっぱりね、温度変態、いや、温度で変わるものと、時間で変わるものがあるんですけど、温度効果と自己効果のどっちも合わさってる気がします。ごめんなさい、これ専門家の人に言ったら笑われちゃうかもしれないですけど、もう実際、その温度まで達したら、はい、変わってるかって言ったら変わってないので、時間で変わってきてるので、まあ、おそらくその実行という見方もできるのかな。面白い。はい。ね、なかなか面白いですよね。しかも見た目が変わらないから。鉄はそうですね。面白いですね。だから固体のまま性質変化してるので、しかもその隙間が、鉄のままだったら炭素はね、0.02% しか入れないのに、温度を上げたら 2.14% も入るんですよ。はい、ちょうどその隙間と炭素の、0.08ナノメートルかな、みたいな炭素が、その隙間ができるんですよ、温度を上げると。それはすごいミラクルだなと思いますよね。ミラクルですね。ねなんでその炭素が入る隙間ができて、はい、それ見つけた人もミラクルですけどね。いや、本当ですよね。鉄をね、したら、炭素が入り込む。っていうか、なんでやろうね、すごいですよね。ならないですよね。ねそれがもう、日本刀の時代からやられてるわけですから、それはもう、総当たりの、もう、始まりは武器ですもんね、絶対。武器から。そうですよね。はい。すごいことですよね。まさにプロテリアさんが、歴史がありますけど、ね、そういった方々の努力なんでしょうね。安木鋼のすごいところです。歴史を感じますね。包丁を寝かせるとかあるじゃないですか。はい、はい。そうですね。実際どんくらい寝かせたらどうなんでしょうね。僕は歪みさえ出さなければ良い派です。はい、それこそ、もし寝かしとくなら、MF 点まで下げちゃって、
次行ってもいいんじゃないのみたいに思ってたんですけど、うんまあ、単純にそうではなかったんですけど、どれぐらいなんでしょうね。でも、例えばですけど、その日に研いだら、はいやっぱりよく動きます。もうその日にすぐ。例えば、バシッと、うちの、精密研ぎを、はい裏すきも平すきもパチってかけて、まっすぐピーッとしたとするじゃないですか。焼き入れしたて、焼き戻ししたてだと、やっぱり動くんで、はい。あんまり良くないですね。なので、じゃあ動かないようにっていうと、3週間とかの基準は、つけてはいるかな。それは澤田社長の中でですか？それとも世いや、多分皆さんわかんないです。僕は、急いでるものだと、やっぱり、うちで研ぐものだと、歪まなきゃいいと思ってますから、だから、研いで、ちょっと動き出てるからやめようとかはありますけど、それこそ、ちょっと、コード測ってね、ちょっと、焼き戻しで、曲がりたい力、応力、要は曲がりたい力がもう抜けてくるので、ちょっと固めだし、歪みも出るから、一旦、ちょっと温度上げて、歪み出にくくしてから研ごうとか、そういうこともやりますので、一概に、寝かせ、すごい、めちゃくちゃ重要までは思ってないです。でも、やっぱり、じゃあ、一定以上はあった方がいいっていうと、あった方がいいのは間違いないです。その基準が3週間程度。3週間とか1ヶ月とか、はい。そう、あった方がいいかなってよく言われますよね。でも実際は1年とかいうね、方もいらっしゃったりしますので。僕が3条で言われたのは、一冬越したら。っていうのもありますよね。動かなくなるって。動かなくはなります。間違いないですね。でも戻しの時に、応力を取っていくみたいなこともするので、そのやり方も結構大事かもしれないですね。まあ、要は曲がらずにいてくれる状態までなったら良いかなと思います。自己効果待って固く、いわゆるマルテンサイとかしてっていうことは、そんなに、ないのかなと思いますけどね。でも、炭素鋼は本当にめちゃ奥深いんで、それは、自分が思う通りにやっていく方がいいでしょうね。それが個性にもなりますし、料理と一緒ですね。同じ人が同じことやったのに、なんで味が違うのみたいな。火の入れるタイミングだったり、本当にレシピ一緒でもね、同じ料理にならないのと一緒で、もう炭素鋼も特に、ステンレス鋼も実はもう、同じことやっても全然違いますね。やっぱり一個一個もう几帳面に、これでいっかってやらないで、きちっとやっていかないと、違う結果が混ざってくるので、データは取れないですね。なので、うちはもう、きちきちに、全部きちっとやって温度決めて、それをなぞって、ちゃんと個体差も出てくるので、当たり外れもコード測定しつつ、外れは弾いて、っていうような感じで、硬くても柔らかくても良くないので、そういうのをまとめきってるみたいな感じですね。なかなか難しいです。だから寝かせどれぐらいした方がいいですかっていうと、職人さんによりますね。実際置いてあるやつの方が安心感はあります。まさに一冬越すじゃないですけど、打っておいて、要は錆び止めして、きちっと置いてあったやつを、じゃあ研ごうかって言ったやつの方が安心感はありますけど、この時間だからダメってやって、もし企画化しちゃうと、要は作れないものがいっぱいできてきちゃうなとは思いますね。どんだけ寝かしても動くのあるんですけどね。最後、焼き戻し。について。はい。焼き戻し。横の戻しが必要な、ちょっと理由から。そうですね。焼き戻しは僕としてはマストかな。絶対あった方がいいと思いますね。硬くなった状態、張り詰めた状態のまま、が一番硬い状態なので、なんでしょうね。硬いから切れそうな印象ってありますよね。でも、決して切れないと僕は思いますね。なので、きちっと、ちょっとコードを落として柔らかさと、このコードと柔らかさの相反する、ちょうど間の一番、カキンと切れるけど、パキパキにかけない。その中間点があるんですけど、そこの間を狙うのが、むしろ僕らの一番気を使うところなので、っていうところはありますね。なので、絶対戻した方がいいです。戻した方がいい鋼材が多いですって言っておきます。
例えば、じゃあ、はい仮にもう引き戻しを行わない包丁を使った場合、はいどういった不具合がありますか？例えば、あれですよね。炭素鋼とかで焼き物せずに。だからもうパキパキだし、まずかけます。ねじるのに弱いんで、研いでしなった時にも、やっぱり、刃先バキバキバキってかける、本焼き包丁とか、霞もあると思うんですけど、ああいう状態になりますね、やっぱり。かけます、何にしろ。あと、研ぎづらいです。削りにくい、ので押さえたりすると、バリバリバリって割れてくる。ガラスなんか扱ってた、包丁の形で扱ってたら、硬そうですけど、なんか、ちょっと怖くないですか？落としたら割れちゃうし、そういう状態に近いです。違うは違うんですけど、イメージとしてはそっちに近いので、本当に割れたがりますね。だから簡単にパキパキ割れるので、必ず戻した方がいいです。で、逆に結構しっかり戻した方がいい包丁のことが多いかなという気がしますね。うちで、昔の包丁とか、ちょっと、最近は、ほぼないんですけど、なんか切れないって、なんかおかしい。同じ水本焼きを2本買ってくださったけど、こっちが切れないって言われた方って、調査させてもらうんですけど、今、だいたい硬すぎます。普通よりちょっと高度高すぎたなと。っていうと、多分これ、柔らかいとか、刃がつかない、生蔵かもしれないって言われるのは硬すぎる。うちは硬すぎることの方が圧倒的に多いです。硬すぎてダメだったってことが多いので。で、逆に下げすぎてってことはあんまり言われないですね。なので、だいたい硬すぎて困ることの方が多いかなという気がしますね。ただ、やっぱり一般的なカタログスペックを見る一般の方って、硬い包丁イコールいいものだと絶対思うので、僕もやっぱり入り口の付近ではそういうふうに思ってましたし、